おはようございます。画家の木曽です。今日はですね、士官湖に来ております。ちょっと電波が悪いので、ライブ配信ができなかったため、動画に残しておこうと思います。それでですね、アクリルで、ちょっと構図の決め方から基本的なこういう塗り方はこういう意味がありますよということをちょっと丁寧に、誰もいませんので、やっていこうかなと思います。喋らないとクマが来そうなんで、喋っておこうと思います。いや、すごい。まあちょっと天気もいまいちなんですけど、なんとかは、声がガラガラです。前日飲みすぎました。で、ライブ配信など結構僕はアクリルも今回、やりましたよね。で、アクリル、持っていくのちょっと手間かもしれませんけど、意外とできますよ。私はアクリルも結構やります。今回は半分以上アクリルやったかなと思います。でまず下書きを書いていきますけど、一番大事なのはこの水平線地平線ですね。でこの位置をどこにするかということがまず大事です。で例えば真ん中ぐらいに持ってきたりすると、じゃあ上と下どっちが主役なんかなとかっていうのはちょっと分かりにくかったりしますよね。で例えばじゃあちょっと僕は今回のこのモチーフで、どこ見せたいかなと思ったら、この辺りにせせり出てきてるところからたまにここに光が入るんですよ。でたまにここに光が入るあたりを見せてあげたいなと。でそれやったらもっと下にするべきなんちゃうかというふうに思うかもしれないんですけど、この光を見せるためにここの大きな面積とかであるとか、ここのところなんていうかな、密度の差をつけてあげたいんですね。で、例えばここは大きな面積が来て、手前に岩が来る、水のあれが来る。でこの辺にアクセントとして1個ゴロッとした石がありますよね。で水平線はこの辺りで、こういう長いストロークの線とかもなるべく頑張って使えるようにしていきましょう。で鉛筆は濃いめに描いて大丈夫です。アクリルの場合は濃いめに描いていいと思います。薄く透明水彩みたいに使うという方法もありますし、それはもう皆さんまちまちです。いろいろあっていいと思いますので。で波も水平線から手前に来るとジグザグが大きくなってくるというイメージ。水平からジグザグね。でこの緑がここに映ってるぞということを頭に入れておいて、ジグザグ水平からジグザグでこの辺りはもう本当に後で、フリーハンドで描いていきます。でこの辺に石が誰かが積んだ石があるなとかですね。ここから真下に降りてきたあたりに、ここに岩があるなとかですね。一応いつもデジカメを持ってきてるんですが、重たいから車に置いてきてしまいました。一回降りてきたんですけど、かけそうと思って、また戻ってきました。定規で引いても、マスキングテープでもいいかもしれませんしね。で森のこんもりした森のどういう木があるのかなとかっていうのをちょっと見ながら、この辺にちょっと前に出てる、この真上にちょっと前に出てる木があるぞと。でこの辺に枝があって、ここにまたアクセントになりそうな枝が1本立ってるぞとかですね。ここのちょっと稜線が出てきましたね。もっと右の方ですけど、わざとこの辺にちょっと持ってきました。でよく見てあげて、例えばここに何本か木があるんですけど、ここにちょこっと明るい黄色いのがあって、実際はここまで描かないですよいつもね。でもここに黄色い光がシュッと落ちてるなとか、この新緑がシュッと落ちてるなとか、そういったところは描きながらやっぱり意識してあげる、ということが必要です。こんな風に描かなくてもいいので、描いてる最中にそういうところ見てあげたり、
この辺りもシュッとこう明るい、緑色がこう出てるなとかですね。でその真下に来てるのがこの岩やなとか石やなとか、この辺に流木があるぞとかね、こんな感じで下書きをしました。もう旅は荷物が多くなりますからね、特にスケッチはね。これはだいたい31×41 という6号、日がちょっと出てきてな、6号ぐらいのサイズかなと。でこれが4号の、紙パレットですね。で僕は指のこういうののないやつを買います。邪魔やなと思います。まああったらあったでこうね、こうやってできますから、もしかしてスケッチはいいのかもしれませんね。私はスケッチの時もいつもだいたいポンと置いて、パレット置いてますけども、もしかしてこうアクリルでもこう指があってもいいかもしれませんよね。ただアクリルの場合汚れてもいい格好とか、した方がいいですよ。私はそういうの持ってこないですけど、取れないので、透明水彩だと取れますけど、ちょっと絵の具を使いそうな色を出していきます。ジェストの白、バーンと、アンバー、ランプブラックですね。ランプブラック、バーンとアンバー。これは、フタロブルー、グリーン、ブルーシェードって書いてありますから、要は青い影って意味ですよね。ブルーシェードね。フタロブルーね、フタロシアニンっていう呼ばれるものです。これもフタロブルー。これはグリーンシェードって書いてますね。どういうことなんですかね。よくわからないですね。こっちは緑やけどブルーシード、こっちはグリーンやけどブルーやけどグリーンシェード。ようわからんな。ようわからないです。はい。これはライトグリーン。ほとんどないのでこの辺は使い切っていこうかなと。ハンザイエローライト。どの色やな。光がちょっと出てきましたね。デオキシザンパープル。ほんでいけるかな。赤、黄色。あとイエローかみたいな色かな。ちょこちょこ動物がいるんちゃうかというクマさえ出てこなきゃいいんですが、イエローか。また増えるかもしれませんが、ちょっとこれもいい。パーマネントグリーンライト。で、大体こう、なんとなく暗い色からこう、並びにして、置いていくのが一般的です。で、白はちょっと柔らかいので、ちょっとグリーンとか、ちょっとね、垂れてくるかもしれないですけど、コバルトブルーも置いておきましょうか。コバルトブルー。フタルグリーンシェード。やばい、垂れてきた。急げ。ライトグリーン。パレットもいつかね、同時に見せれるような編集技術をぜひぜひ覚えていこうと思いますので、乞うご期待。皆様からね、いただいたなんとか茶とかですね、ウーロン茶ですっけ、緑茶ですっけ、スパ茶ですね、スパ茶っていうのとかで、ぜひですね、また編集がうまくできるようにキャメラをもう一台買うとかね、黄色、ちょっと紫、ハンザイエローライト、これ出したっけ、同じか、よいしょ、イエローか、よいしょ。ゴミ袋とかを常にどこかに置いておくことをお勧めします。あとティッシュ、あと茶色と黒ははい、ちょっと垂れやすいので、寝かせておきます。あとは白ということですね。で、水入れ、僕はこういう水入れを使ってますね。で、大体スケッチの場合、僕はこことここだけしか入れてないですね。で、どっちかアクリルとかの場合は綺麗な水、洗う用、筆を保管しておく用、ある程度綺麗な状態を保つ用とかという2箇所に僕はしてます。要はいっぱいまた持って帰らんといかん場所、トイレとかがない場所とかやったらば水をこうペットボトルに戻すんですけど、大量にやると結構大変やったりするしですね、こういうところは持って行ってもいいし、
捨てちゃダメですよ。もちろんね、絶対ダメですよ。よいしょ。まあ湿度がちょっとこう雨降ってたりするので乾くのはちょっと時間かかるかなと思うんで、そんなに焦らないでいいかなと思いながらやっていこうと思います。石の上に座って書いてます。椅子とか持ってかれたらそれはそれでいいかなと思いますけどね。はい、疲れた。まず大きめの筆をハケを使ってちょっと下地にどんな色を置くかを少し考えながら、このぐらいの色、これと緑と黒と茶色と何色なんですか、これぐらいにしましょうか。これなんで決めるかというと、全体の中で例えば奥の方にこの辺にうっすら見える山のところの色ぐらいにしておこうかなとかね。ちょっと赤系が欲しいね。とりあえず紫でいこう。このぐらいの色みたいな色をまず置いておこうかなと。で手前に、来てるところとかっていうのはもうちょっと暗めに。ですね。でこういうところも影の色をイメージして、影とか石の影の色とかをイメージしながらもうちょっと茶色多めかなとか。で今度ここのところはちょっとまずここを描きましょうね。まずね、もうちょっと茶色と緑を混ぜたような色にしてね。で影の中の色をイメージする。後で直せますから、そんなに細かく気にしないでくださいね。失敗したとかね、もうすぐ言わんようにね。もうで次は湖面のこの色ですね、緑の。もうちょっと渋い方がええかなとか、もうちょっと黄色みがかってる方がええかなとかね。これもちょっと向こうよりも暗いぐらいのイメージで、少し描いてあげて、よいしょ。もうちょっと暗いやったらちょっと黒入れてみたりでもいいですし。ね、この辺波がこう来てるなとか、もう少し中入ってきてもいいので、それぐらいの気持ちで。でちょっとこういうところは白いんでそのままにしたいぐらいなんですけど、ちょっとそれじゃあれなんで、ちょっとこう例えばどのぐらいかな。でパレットがちょっと汚れてきたらもうすぐ拭く。OK ですね。こううっすらチラチラ見えてるこう暗い色みたいなのを探しながら、ちょっと紫のがいいかな。もうちょっと濃すぎました。もっと白を入れて、この辺のね色はね、皆さん見えるかな。よいしょ。水を多めにしてみたりとかして、下の線が透けるような感じ。で空の色、雲ですね、どうなるかまだ分かりませんが、ビューと
それの土台ってどういうことですかってね、うっすらとなんか輪郭のとこにこう透けているような色とか、そういうのをですね探し出して、でちょっとこれなんかまだ明るいかなと思うので、もう少し暗くしてみましょう。イエローかグリーン、このぐらいがいいかな。ちょっとこう明るく見えるところとかも少し変化をつけておいてもいいですよね。全く同じような色じゃなく、ちょっと明るめにして、まだはっきりとは描かないまでも少しだけ変化をつけて、横にしたり縦にしたりで、よし思い切っていってみようね。鮮やかな色、どこやったっけ、ここの黄色がここに落ちてこうなって、この辺も少し落ちてこうなって、この辺にも少し落ちてこうなって、一番濃いとこはここか、ここも濃いね。で横にしたらバー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 ね、少し湖面に映ってるような感じになってきますよね。近ければ近いほどはっきり映ってるんですよね。近ければ近いほどはっきり映ってる。子供の声が、よいしょ。で少しここの色なんかももうちょっとワントーン濃いところをしっかり濃くしておいた方が後々多分いいと思いますので、ちょっとしときましょうね。パレットまた拭きました。ちょっともう明るいのいきましょうかね。例えば筆先をうまく利用しながら、木が、ね、こっちへ生えていってると。ちょっと今度はこのぐらいの筆にしましょうかね。今のじゃあちょっとあんまマチエールとしては、しっかりついていないので、新緑が綺麗ですね。ちょっと明るいのを着ました。同時にやっぱり後ろのところもね、やっぱちょっと描いていかないといけないんで、これちょっと乾くの待ってる間に後ろの湖面あたりの濃すぎますよね。ちょっと白とかを入れて、でこちらの濃いところとかも白鳥ボートが出航中で、毛先をうまいこと使って、ちょっと前にあるからちょっと暗くしてみました。でこれをちょっと水は少なめにしているとかですね、ちょっと違いをつけてたりします。水を多めにしたりとかもするし、で少しこの辺りに集中的に少し今やっていますけど、奥の緑色こういうところも
で今ちょっと光が出てきてまして、ここのところの見え方がすごいはっきりしてるんですね。でそういうチャンスはチャンスなんで、外側から結構生の白に近いもので、決めてあげたり、ここ光入ってきましたね。いいですね。ぐわっとちょっと水で濡らしておいて、でそこに、もう生の白でギュ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 。まあ真っ白を置いても下の色によって少し暗く見えたりとかしますので、真っ白置いてもいいと思いますよ。ダメと教わったという先生方もおられるらしいで、それちょっと僕びっくりしましたけどね。こういう際をちょっとぼかしつつ、虫が来たで濡れてる状態の上に、置いたら少しにじみますので、そういうの、濡れた状態のうちにやれることをやっとこうと感じですね。でちょっと後ろ乾くの待ってる間、こういうところマスキングテープとかでもいいと思うんですけど、少し手前の方もこちら密度上がってきたからですね。外側から決めて、手前の方は少しこう、波を打ってるような感じで、こういうかすらせて描くドライブラシって言いますけど、こともあっていいですし、今生のジェストで描いてってます。こうやってね。少しこう手前はざらつかせながら描いたりとか、少しこう水を多めにしたもので、描いたりとか、でこう波がここのところにあるなとかだったらこうなってて光が当たってるからちょっと強いぞとか、そういうのを意識してます。強く見るとか。こういうところマスキングとかも使っていいかもしれませんしね。その辺は色塗ってある上に白を置くっていうことでまた違った、紙の白さとは違う雰囲気になりますよね。水平ぐちゃぐちゃとね。で例えばこの辺なんかはちょっとこう白に、こっちの方はやっぱりこうもろにここなんですけど、この辺やったら緑が映ってるとか、空が映ってるとかこう入り混じってたりするので、ちょっと水を多めにしたようなもので下の色を透けさしながら、で塗り残ったところは石みたいな気持ちで、描いてあげると。少しこう波がさっきより僕出てきた気がするんですね。そうすると波のこうなんか波がこ
少し来てるなっていうのを意識しながら横線をこう入れていく。少し波が来てるなと。でちょっと左の方のこの石、を描いていきますが、まあ例えばこれだけいっぱいあるの大変やったりするんで、1色でもう少し青っぽいの2色ね、青っぽいのもうちょっと茶色っぽいのみたいな感じでいくつか色作っておくと、茶色っぽいのまず茶色っぽいの例えば置いてみて、どの順番でもいいですよ。次ちょっと青っぽいのもうちょっと青くしましょうか。あんま下地の色と変わらんなと思っても、まあ一回置いたらある程度置いてあげる。大体は下地よりも明るくもっと白っぽいのもうちょっと冷たい風が薄いの来たな。で明るいのもうちょっと細い筆にしますね。ピュッ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 ね、明るい石で、手前はちょっと大きいのもちょこちょこ入ってくる。ちょっと後ろの方のこの岩あたりの明るい石みたいなのも少しこう描いてみましょうか。でちょっと枝があると、ちょっと大きめの石があると。枝がある、木がある、木がある、木がある。このぐらいの時間から多分ギューッと出来上がってくるように皆さんびっくりするっていう多分瞬間やと思うんですね。細かい描写が入るだ、土台がしっかりできてきて、ちょっと細かい描写を入れ出すと皆さんがわーって驚くんですね。でそれをどんどん解像度を上げていくように細かくしていって、完成へ持っていってるという。でこれぐらいかけてきたら、奥とかこういうところとかをまたしつこく描いていきます。先ほど言ったようにここにすごい明るいのが例えばあるな、今あんま見えにくいけどあるなと思ったら、そこに何かがあるわけですよね。必ずね、ある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 とかっていうのをよくこう見てあげて、例えばこうかすらせて描いてあげてるんですね。今ね、かすらせてね。で暗い色と明るい色のコントラストが強いから前に見えてきて、後ろはこのぐらいのこちらよりもちょっと明るめに描いていたりします。でこれがあるということは上に何かあると。ちょっと違う緑を入れてみたりとかして、暗い中から光が新緑がこうね芽吹いてきたぞっていうぐらいの気持ちで描いていくといいんですね。この辺ちょっと一段階前に葉っぱがある感じもありますよね。それはええか。で後ろの森の明るいところとかも少しこう描いておくと。そう
かすらせて描いて、水をほんと少なく、ほとんど原液に近いぐらいの感じで描いていく、ね、細かい描写といろんなもののあれが見えてきましたよね。でちょっとこう手前を見たら、もう乾いてるかな、もうちょっとかな、少しこう物寂しいなと思ったら、少しこう暗い色を作って、マジか、なんか落ちてきたのか怖いですね熊にしてはちっちゃいですよね。少しこうアクセントになるような、手前に出すような水をちょっと多めにしながら、もうちょっと太い筆がいいですね。これぐらいの筆を使いましょうか。水で結構薄めて、暗い隙間をちょっと描いていったり、丸を描いてみたり、全部ではなくて、例えばグッグッグッって何箇所かにしてもいいし、で、ある程度こうね出来上がってきたというか、だいぶこう密度が全体見て出来上がってきたなと思ったら、いろいろ細かいことを、例えば、こういうところにある木ですね、こういうのをこう入れてみたら、画面の中でどれぐらいに見えるかなと、強すぎひんかな、どうかなとかですね、そういうのをこう全体を見ながらチェックしてみたり、水平のこういうところとか、これは水をもうほぼつけずに描いてます。ちゃん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 。でこういうところ水平描くの結構大変なんで、絵を立てて、で水平っていうのはこの紙のここですね、これが今は垂直ですけど水平なわけですよね、これがね。そういうふうにでちゃんとこの形を意識しながら、よいしょよいしょよいしょね、ぎゅーっと密度が上がってきました。ちょっとディティールはキャメラを前に寄せましょうか。少しこの辺りとかの中側ですね、中側とかも最後ちょっと描きながら密度を上げながら、あとはこういうところのちょっと光が最後まであんま刺さなかったですが、そういうところの描写みたいなのをちょっとこう慎重にやりながら、湖面のところも結構ピチッとしてますね。ピチッと。でち
ちょっとこう森とかも他が密度が上がってくるとちょっと足らんなと見えてきますよね。とちょっとこう例えば、緑とか茶色とか少し入れて、緑茶色黒ぐらいの水を多めにしたもので、ちょっといわゆるグレーズと呼ばれるようなね、仕事グラッシュとかグレーズと呼ばれるような感じでちょっと一回深みを持たせてあげて、水をちょっと多めにしたもので少しこうかいてあげて、白鳥ボートです。ここ城また出てきたね。そういうのを追いかけたりしていってるわけですよ。でまた明るい、緑色とかを作って、水は少なめに、それでこうかすらせて描いたりとかして深みをどんどん出していくと、複雑になっていくと。という感じでですね、進めてまいりました。石とかも、全然ねまだまだ描いてあげてもいいと思いますよ。もちろんねこうね。ということで、このぐらいで、いいかなと思います。いつも言うてますけど、僕はサインは品よくねって。頭映ってるかな、すいません。23年6月の12日でマスキングテープ外します。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。いかがですか。こんな感じでいつもライブ配信とかをやってます。ありがとうございました。